こんにちは。フォトクリエイターの花房ひろえです。今日は花写真を草花図鑑のような作品に仕上げて飾りたくなる一枚を目指してまいりたいと思います。手順はこちらです。1、被写体を切り抜く。2、パペットワープで表情を作る。3、カンバスサイズを決めてレイアウトする。4、色調補正をかける。5、文字を入力する。最後に図鑑っぽく仕上げる撮影方法と合成についてもご案内させていただきます。では、被写体を切り抜くからスタートです。こちらの俯瞰撮影したチューリップの写真を使っていきます。まず、切り抜いて背景を透明にします。画像レイヤーのロックが外れていることを確認したら、プロパティパネル内の背景削除のボタンをクリック。一瞬で背景がマスクされ、被写体だけが表示されます。マスク漏れなどの不具合がないか確認していきます。下敷きにベタ塗りを入れていた方が確認しやすいですね。レイヤー下の丸いボタン、ベタ塗り及び調整レイヤー新規追加ボタンからベタ塗りを選択。白がいいですかね。ベタ塗りレイヤーを最下段に移動させます。見やすくなりました。ぐーっと拡大してチェックしていきます。細かい部分にマスク漏れがありますね。修正していきます。マスクなので隠したいところは描画色黒。ブラシの先端を小さくしてダイレクトに塗っていってもいいのですが、このような小さな谷間はまず多角形選択ツールで選択範囲を作成して、それからブラシで塗るとシャープなエッジを作ることができます。ひと手間増えますが美しい仕上がりになります。いいですね。次は背景をリアルに透明にします。マスクだけをゴミ箱に移動します。警告メニューが出てきますので、適用を選択。マスクで隠されていた背景部分の画像ピクセルだけが削除されます。足元を補正します。もうマスクはないので、消しゴムで消してから茎を補充します。茎をコピーしてつなぎ合わせる作戦です。コピー元にする茎の選択範囲を作成してレイヤーコピーします。Mac の方はコマンド J、Windows の方はコントロール J です。茎だけの新規レイヤーが作成されました。移動ツールに持ち替えてコピーされた茎をレイアウトします。バウンディングボックスを表示させてちょこっと変形させたりしながらいい感じに収めます。つなぎ目が気になりますよね。大丈夫。見ててくださいね。まず、やや多めに重ねます。消しゴムツールで上に重なった茎をうっすら消します。消しゴムの硬さは 0%、不透明度 100%、穂先の外側のふわふわの部分を使ってそーっと消します。ね、いい感じになったでしょ？この技はいろんなシーンで活用できます。今回は消しゴムで行いましたが、マスク操作でも同じように機能しますので、ぜひ試してみてください。ジョイントが完了したら下のレイヤーと結合しておきます。
レイヤーパネル右上の4本線マーク、レイヤーメニューをクリック。下のレイヤーと結合を選択します。はい、これで一体になりました。細かいことですが、茎の太さを調整しておきますね。今度は硬い消しゴムでキリッと消していきます。クリック、シフト、クリック。こちらもクリック、シフト、クリックです。茎を緩やかな S 字曲線にしてみます。ほんの少しの調整です。葉っぱから下かな。パペットワープを使います。まず変形させたい部分の選択範囲をクイック選択ツールで作成します。細部の選択漏れは多角形選択ツールで追加しておきます。パペットワープは変形させた周囲への後処理が面倒なのですが、今回は被写体が切り抜かれているので楽勝です。選択範囲の点々の下は選択範囲外になるので、選択範囲を2ピクセル拡張しておきます。メニューバーの選択範囲から選択範囲を変更、拡張へと進み、2ピクセルを指定します。準備ができたら、メニューバーの編集からパペットワープを指定します。メッシュが表示されます。まず動かしたくない点にピンを打って固定します。固定したい位置付近にあるメッシュの交点をクリック。ここが関節になります。次に動かしたい点をクリック&ドラッグして動かしてみます。カクッと動くので、もう一点固定して様子を見ます。どこを固定したらいい感じになるのかはやりながら考えるっていう感じですかね。伸ばしたり縮めたりもできます。ピンを削除したい場合はピンを右クリックしてピンを削除を選びます。もうちょっといじりたいけどこのくらいにしておきます。オプションバーの丸で確定します。足元のブツッと切れたところが気になるので消しゴムツールでぼかします。先ほど茎のジョイント部分をうっすら消した方法と同じです。消しゴムの硬さは 0% です。マスクではなく直接画像ピクセルを削除していっているので、やり直したい場合はヒストリーで戻ります。こんな感じでいかがでしょう。今回は A4 サイズでのプリントを想定してカンバスサイズを設定していきます。ベタ塗りレイヤーをアクティブにしてメニューバーのイメージからカンバスサイズを選択します。まず現在の画像位置を中央に指定しておきます。それから A4 サイズの幅と高さを入力していきます。ここでは単位ミリで設定しますね。幅は210ミリ、高さは297ミリです。OK で確定。画像がはみ出るので切り取られますよと警告が出ますが、恐れず続行を選択して進みます。切り取られたように見えますが、画像は残っているので大丈夫です。チューリップの画像レイヤーをアクティブにして、バウンティングボックスを表示させ、チューリップの大きさと位置をいい感じにレイアウトしていきます。こんな感じでいかがでしょう。
明るさを中心に調整していきます。レイヤーパネル下の丸いボタンからトーンカーブを出して、まず全体を明るく補正します。鼻の部分だけをさらに明るくしたいので、クイックマスクモードで周辺をぼかした選択範囲を作成します。クイックマスクモードで選択範囲を作成する方法については、こちらの動画で詳しく解説させていただいておりますので、よろしければご覧ください。画像レイヤーがアクティブになっていることを確認し、クイックマスクモードのスイッチをクリックしてオン。ブラシを持ってブラシの硬さ約 50%、不透明度 100% に設定。穂先の大きさを花がすっぽり囲まれるぐらいにしてワンクリック。赤い領域が表示されたらスイッチオフ。選択範囲の点々が表示されます。新たにトーンカーブを表示させ、花の暗い部分を中心に明るく補正します。ぐっと華やかになりました。最後に図鑑っぽく花の名前を入れます。テキストツールを使います。テキストは自動的に新規テキストレイヤーが作成されますが、色調補正の効果がかからないよう最上段に置きます。任意の位置にカーソルを置いて入力していきます。このチューリップの品種はミステリアスパロットというそうです。プロパティパネルでフォントの種類や大きさ、色が指定できます。大きさについてはバウンディングボックスを表示させて拡大縮小することもできます。本能的にサイズ変更ができるので、こちらがおすすめです。テキストを入れたら全体のバランスが変わりますね。プリントして額装した時をイメージして、もう少し画像を小さくしておきます。画像と2つのトーンカーブの3つのレイヤーを選択し、バウンディングボックスを表示させて縮小します。テキストの色はレイヤーの不透明度を使って薄くしたり、プロパティパネルのカラーをクリックしてカラーピッカーを表示させ、任意の色を選ぶこともできます。カラーピッカーが表示された時点で画像内をクリックすると画像内の一色を採取することもできます。テキストの色に迷ったらグレーまたは画像内の一色を選ぶと馴染みます。完成です。それでは簡単に振り返ります。まず画像を切り抜きました。その後パペットワープで茎に表情をつけました。カンバスサイズを A4 サイズに指定し、画像の位置と大きさを調整。トーンカーブで明るさを整え、テキストを入力して完成です。ここからは草花図鑑っぽく見せる撮影方法と合成についてのご案内です。今回は花を切り抜いただけで作品として仕上げましたが、草花図鑑っぽく見せる一番のポイントは、全てにピントがあった写真を用意することです。今回使用した写真はピントを移動させながら5カット撮影し、Photoshop のスタックという機能を使ってピントのあったところだけを合成したものを使いました。パノラマ合成が横に合成していくのに対して、スタックは重ねる合成になります。こちらもスタックされた画像を用いて作成したものです。また別の動画で詳しくご案内させていただきますね。最後までご視聴ありがとうございました。